人の心というものは誠に奥深く見通しがたいものでございますが、私どもは誰かと出会い関係を築くとき、一体相手の何を見ておるのでございましょうか。優しい言葉でしょうか。しかし言葉は密にもなれば毒にもなる、そのものの社会的地位や財産でございましょうか。しかしそれらは人生という舞台における一時的な衣装に過ぎませぬ。言葉に惑わされ、肩書きに目をくらまされ、自分への態度に心を許してしまう。そうして後になってこんなはずではなかったと胸を痛めた経験はどなたにも一度や二度はございましょう。では一体どこを見ればそのものの偽りのない心根に触れることができるのでございましょうか。今回は人間関係の迷い切りを晴らす5つの確かな視点についてお話しいたしましょう。この5つの視点を持てばそなたはもう人を見誤ることは少なくなるはずでございます。一つ、言葉よりその行いをこそ見る。私どもは人の言葉にあまりに多くのものを期待してしまいます。愛しているという言葉に永遠を、尊敬していますという言葉に忠誠を、いつでも力になるという言葉に絶対の安心を。さて A さんという大変に口達者な者がおられました。彼は同僚には君の才能を信じていると語り、条約には生涯ついてまいりますと頭を垂れる。その言葉は蜜のように甘く、多くの人が彼に魅了されておりました。しかしある時、彼の部下が本当に助けが必要な窮地に陥りました。部下は A さんのいつでも力になるという言葉を信じ助けを求めました。すると A さんは少し眉を潜めこう言ったのでございます。すまないが今は立て込んでいる。それは君自身の問題だろうと。彼の言葉は美しくとも中身のない空っぽの器でございました。行いの伴わぬ言葉は歌方の泡のように現実の困難の前にはただ儚く消え去るのみ。まず私どもはそのものが何を言うかではなく何を行っているかに静かに目を向ける必要がございます。二つ、己より弱き者への眼差しを見る。そのものの本性は自分より強い者への態度ではなく自分より弱い者への態度にこそ現れるものでございます。 B さんは世間でも名高い大企業の役員で高価な衣を身につけいつも自信に満ち溢れておりました。人々は彼のその成功者という姿に敬意と憧れの念を抱いておりました。しかしある日のことでございます。彼がとある食堂に入った時のこと。お茶を運んできた腰の曲がったおばあさんに対し彼はまるで物でも扱うかのようにこう言ったのです。おい、お茶がぬるいぞ、さっさと取り替えろと。その声には一点の温かみも敬意もございませんでした。その瞬間周りで見ていた人々には彼の本当の姿が見えました。立派な肩書きという仮着を脱いだ彼の心は自分より弱い立場の人を平気でないがしろにする貧しく冷たいものであったのです。そのものが何の利害もない相手にどのような態度をとるか、そこにそのものの化粧をしていない素の心根がはっきりと現れるのでございます。3つ、小さくそして面倒な約束をどう扱うかを見る。大きな約束は誰しも守ろうといたします。しかし人の誠の誠実さはどうでもよいような小さな約束にこそ宿るものでございます。 C さんは同僚の D さんにこう言いました。この件参考になる資料の URL を後で送っておくよと。 D さんはありがとうと答えそれを待っておりました。しかし1日経っても3日経っても1週間経っても C さんから連絡はございません。 C さんにとってそれは口から出ただけの些細な約束、すっかり忘れてしまっていたのでございます。しかし D さんにとってはその忘れられたという事実が自分はその程度の存在なのだという小さなトゲとなって心に残りました。一方信頼される E さんは違います。同じように後で送るよと言ったならその日のうちにたとえ夜中になろうとも必ず約束を果たします。それは相手が誰であろうと交わした言葉に責任を持つという彼自身の生きる姿勢なのでございます。他人の時間を自分の時間と同じように
尊ぶ心があるか。その誠実さは小さな約束をどう扱うかに如実に現れるのです。4つ、他人の幸運を己の喜びとできるかを見る。人の不幸に同情することはさほど難しいことではございません。しかし人の幸福を己のことのように心から喜ぶことは誠に難しい業務なのでございます。 F さんが長年の友人である G さんに少し照れながらこう打ち明けました。実は結婚することになったんだと。それを聞いた G さんの最初の言葉はこれでした。へえ、おめでとう。で、相手はどんな人なんだい？ちゃんとした仕事してるのかい？と、その言葉に祝福の響きはございませんでした。そこにあったのは無意識の品定めであり、友人の幸福をまず自分の価値観という物差しで測ろうとする心の癖でございました。誠に心豊かな人は友の幸運をまずただありのままに喜びます。そうか、よかったじゃないか、私も自分のことのように嬉しいよと。その言葉には嫉妬も詮索も比較もございません。ただ温かい祝福の心があるだけです。他人の喜びを素直に喜べる心、それこそがそのものの心が満たされている何よりの証なのでございます。5つ、その場におらぬ人どう語るかを見る。そのものの品性は目の前の人間をどう扱うかだけでは分かりませぬ。その場にいない人間のことをどう語るかにより深く現れるものでございます。ある会合の後、中心人物であった H さんが席を外しました。すると残ったメンバーの一人 I さんが待ってましたとばかりに H さんの些細な失敗を面白おかしく語り始めたのです。周りの者もそれに同調し、その場はいない人の悪口でしばし盛り上がりました。しかしその輪の中にいた J さんは静かにこう言いました。確かに H さんにはそういうところもあるやもしれませぬ。しかし今回の会合が成功したのは紛れもなく彼の尽力のおかげでしょうと。その場は少しだけ気まずい空気に包まれました。しかしその場にいた誰もが心の中では分かっていたはずです。本当に信頼できる人間は I さんではなく J さんであると。その場にいない人間の尊厳を守れる者こそがあなたの尊厳をも守ってくれる人間なのでございます。陰口は巡り巡って必ず己の信頼を蝕んでいくのです。人の本質とはそのものが日々無意識のうちに言っている小さな選択の積み重ねにこそ宿るのでございます。どうかこの5つの視点を他者を裁くための厳しい目としてではなく、ご自身のそして周りの人々の誠の心根に触れるための澄んだ目としてお使いいただきたい。そして何より私ども自身がこの5つの問いに胸を張って答えられるような日々の行いを心がけたいものでございますが、ご視聴誠にありがとうございました。皆様が人様とお付き合いする上で最も大切にしておられることは何でございましょうか。よろしければコメント欄にてその知恵をお聞かせくだされば幸いでございます。ではまた。